つまり3波目というのはが集中しやすいポイントということになります。これがトレンドの3波目が爆発的に伸びる理由です。はい、皆さんこんにちは。今回の動画のテーマはダウ理論とフィボナッチを使った3波狙いのトレード手法。トレンドの中で一番伸びることが多い3波目を狙うトレード手法を紹介します。今回の動画なんですが、初心者の方はもちろん、まだ自分の得意なトレードパターンがないという方、いろいろ試行錯誤しているけれど、なかなか月間収支をプラスに持っていくことができないという方を対象に作成しています。そういった悩みを抱える方には、まずこれをやってみてほしいという思いで作成をしています。それから兼業でトレードしている方にとっても参考になると思いますが、今回は短期足、特に分足ですね。こちらを使わない方法を紹介していきます。トレンドの3波目はなぜ美味しいのかという点を投資家心理の観点から解説していきますので、その点にも注目してご覧ください。それでは早速本題に入っていきましょう。それではまずはトレンドの3波目というのはどこを指すのかという点について簡単におさらいをしていきたいと思います。この図の左側の部分が下降トレンドになっています。そしてこのオレンジの丸で示した高値に注目をしてもらいたいんですけども、この高値というのは下降トレンドにおいて最後の安値更新の起点となった高値です。この高値のことを戻り高値というふうに呼びますが、この戻り高値をブレイクする動きを1波目として捉えて、そこからの押し目を形成して再び反発していくこの動きですね。この動きのことを3波というふうに呼びます。それでは次にトレンドの3波目がなぜ爆発的に伸びるのかという点について、こちらの図を使って説明をしていきたいと思います。ここがですね、今回の動画の中で一番重要な点になりますので、注意して聞いていただきたいポイントになりますが、今回は下降トレンドから上昇トレンドへ転換する例を題材として説明していきます。はい、図の左のですね、下降トレンドになっているところを見てもらいたいんですけども、このように下降トレンドが続いている間というのは、当然ながら要所要所に売り手というものが存在します。仮にこのように売り手 A さん、B さん、C さんが存在していたとします。次に図の真ん中付近の反発の動きに注目してください。このオレンジの丸で示した部分が先ほども取り上げた戻り高値になりますが、この戻り高値をブレイクする動きが出たことで、手前の下降トレンドが終了したことになります。下降トレンドの定義というのは高値と安値を切り下げている状態のことになりますので、戻り高値がブレイクされたことで、この下降トレンドは終了になります。はい。そうすると次に何が起こるのかというと、それまでですね、相場の成り行きを見守っていた人たちというのは、今ここに傍観者というふうに書いていますけども、ここの戻り高値がブレイクされたことによって下降トレンドが終了した。じゃあこれから上昇トレンドに転換していくかもしれないなというふうに考えて、このように押してきたところでですね、買い手として今度参入してくることになります。仮にここで買い手 X さんというふうに置いておきたいと思います。今度は再び売り手側の方に目を向けてみると、例えばこの戻り高値付近から売っていた売り手の C さんというのは、この戻り高値がブレイクされたことによって含み損になっています。ですので、このように戻り高値をブレイクして、そこから押してきたポイントというのは、一時的に発生していた含み損が少し減少するポイントになりますので、このように下がってきたところで、撤退をし始めるわけですね。売り手の撤退ですので、買い注文が発生することになります。はい。そして今度はこの高値に注目をしてもらいたいんですが、ここの高値をブレイクする動きが出ると、高値の切り上げと安値の切り上げが確定するので、つまり上昇トレンドの開始が確定するポイントになります。つまり、売り手は完全に撤退を開始するポイントというのがこちらのポイントです。そうすると、この手前の下降トレンドの序盤や中盤から売っていた人たちというのも、上昇トレンドが開始したということで、このまま売りポジションを持っていては、どんどん含み損になってしまいますので、こうしたポイントでは売り手の決済というのが次々に入ってくるポイントになります。はい。つまり3波目というのは、新規の買い手と売り手の手仕舞いが集中しやすいポイントということになります。これがトレンドの3波目が爆発的に伸びる理由です。はい。それではここからは3波目を狙うトレード手法について解説していきます。今回は4ステップ存在します。まず第1ステップですが、この戻り高値をブレイクするのを待つという段階です。次にステップ2ですが、戻り高値をブレイクする動きが出たら、このようにフィボナッチを引きます。はい。そしてステップ3ですが、このフィボナッチの 50% 水準まで押してきたらエントリーとなります。最後ステップ4ですね。このフィボナッチの 1.618 を目安に利益確定を行うという流れです。この利益確定の考え方については動画の後半で詳しく解説します。それではここまで説明してきた内容を実際のチャートを使って見ていきたいと思います。表示しているチャートはポンドドルの4時間足。タイムラインとしては2023年の6月近辺のデータを表示しています。ここにスイングハイとスイングローを表示している状態です。スイングハイローを表示するインジケーターについては概要欄にリンクがありますので使ってみてください。まずは環境認識として上位足の状況を確認していきたいと思います。今4時間足を表示してますので、一つ上ですね、日足を見ていきたいと思いますが、日足はこのような形になっています。ご覧いただいてわかる通り上昇トレンドが続いている状況です。こういう
いうような高値安値切り上げの状況が継続しています。週足に関してはここでは割愛しますが、同様に上昇トレンドが発生している形です。はい、4時間足の方に戻ってきました。4時間足はですね、直近のここの部分の動きを見ると、下降トレンドになっていることがわかります。日足レベルで見ると、ここの部分の下げというのは、押し目の形成というふうに捉えられると思います。そして注目していただきたいのがこちらのスイングハイですね。こちらのスイングハイは、下降トレンドにおける最後の安値更新の起点となった高値ということで、こちらが戻り高値に該当します。そしてここの反発の動きでそこの戻り高値をブレイクしていますので、今4時間足が上目線に切り替わったことになります。続いてステップ2です。戻り高値ブレイクの動きが出たら、その動きに対してフィボナッチリトリースメントをこのように当てます。そしてステップ3ですが、このフィボナッチの 50% 押しの水準まで押してくるのを待ちます。はい、50% の水準まで到達しましたので、例えばここでエントリーしたというふうに仮定しましょう。はい、損切り位置は直近のスイングローの下ですね。今の例ですと2つのスイングローがこのように非常に近い位置に接していますので、こういった場合は下の方のスイングローを損切り水準とするといいと思います。はい。それから最後のステップなんですが、利益確定の目標値は先ほど説明したように 1.618 を目安としたいと思います。はい。そうすると今回はリスクリワードがちょうど2の付近ということになります。はい。それではこの後の動きを見ていきたいと思います。はい、今回は 1.618 の水準まで到達しました。目標到達したということで、ここで全部切ってしまってもいいと思いますし、損切り位置を縦に移動して、さらに伸びることを期待してホールドし続けるでもいいと思います。今回は 50% 水準まで押してきたらエントリーというふうにしていますが、これはあくまで一つの例です。一般的にはですね、このフィボナッチの 38.2% から 61.8% の水準に押し目が収まりやすいというのが特徴です。僕はですね、フィボナッチの引き方が逆なので、今この 0.618 と表示されているところが 38.2% の押し目。それから 0.382 と表示されているところが 61.8% 水準の押し目となります。ですので私は 61.8% の水準まで押してきた時にやるというふうに決めるのであればそれでもいいと思います。場合によってはですね、この 40% 水準のところで反発していってしまったり、中には 40% に届かない浅い押し目のまま、この3波目っていうのが推進していくというケースもありますので、そういった場合はこの 50% 押しや 60% 押しでルールを決めている方はですね、見逃すということになります。そのあたりはですね、一人一人トレードのルールっていうのを決めていく必要がありますので、今回の動画の内容を参考にして皆さんでアレンジしていただくのがいいと思います。それから利益確定の目標値について今回は2つ紹介したいと思います。1つ目がフィボナッチを使う方法、2つ目が N 値 E 値で設定していくという考え方です。まずフィボナッチの方なんですが、フィボナッチに関しては先ほど説明したように 1.618 の水準、それから2と 2.618、この3つの数値を目安として考えればいいと思います。この 1.618 と2と 2.618 という水準は3波目の終着点としてよく発生する値幅になります。ですので今このちょうど 1.618 のところに到達していますけども、ここからさらに伸ばしていく時の目標値として2や 2.618 を目標として考えるという考え方ですね。N 値1に関してはこちらのスライドを使って説明していきたいと思います。N 値1というのは相場の中で出現しやすい値幅のことです。まず左側を見ていただきたいんですが、相場の中でこのような動きが発生した時に、この AB の高さの部分と CD の高さの部分が等しくなるような点のことを N 値というふうに呼びます。先ほどの例で言うと、ここの AB の部分がちょうど戻り高値を更新した部分に該当します。はい、先ほどのポンドドルのチャートのここの部分ですね。この戻り高値を更新した部分が AB に該当します。ですので、この N 値の考え方を使って利益確定の目標ポイントを設計するというのが一つの考え方になります。今この左の図ですね、見ていただくと N 字の形になっていることがわかると思います。このような N 字の形の動きのことを N 波動というふうに呼びます。N 波動についても非常に重要な概念なので知っていただきたい概念なんですが、ここで説明してしまうとかなり長くなってしまうので、N 波動についてはそれだけを解説した動画を過去に投稿しています。概要欄にリンクを貼っておきますので、合わせて視聴してみてください。次に右側の E 値について見ていきたいと思います。E 値というのは、この AB の高さを B 地点を起点に等倍に投影したポイントのことを言います。先ほどの N 値の場合は、この AB の高さを C を起点に投影したものになっていますが、E 値は今度はこの頂点ですね。ここの B 地点を基準に AB の高さの等倍を投影したポイントとなっています。このように先ほど紹介したフィボナッチの水準であったりとか、今回の N 値 E 値のようなよく出やすい値幅と、それとリスクリワードですね。それらのバランスを取りながら利益確定の目標地点というのを設定するのがいいと思います。例えばですね、先ほどのポンドドルの例に戻りますと、先ほどは 50% 水準でエントリーというふうにしましたが、これを例えば 61.8%、ここのレベルですね、ここのレベルでエントリーというふうにして、利益確定の目標値を N 値とするっていうふうに考えてもいいわけです。で、今回の場合で言うと、N 値というのは、
今ちょうどこの紫色のフォントで示された1のレベルが N 値になりますので、例えばエントリーの水準をこの 61.8% 押しの水準にして、利益確定をこの N 値というふうにすると、これでリスクリワードが 1.8 ぐらいになりますので、1.8 のリスクリワードでいいということであれば、ここで入ってここでアウトというふうに組み立てればいいわけです。それから N 値と E 値をチャート上で簡単に表示する方法についても紹介したいと思います。まず N 値の方からなんですが、トレーディングビューを使っている方はですね、ツールバーのところから、この Fibonacci エクステンションというツールを表示してください。はい。そして Fibonacci エクステンションのツールを表示したら、まずこの A 地点と B 地点を順番にクリックします。そしてその後にそのまま C のポイントまでこのようにドラッグしてきたときに、ここに1というレベルが表示されると思いますが、この1のレベルが N 値になります。この AB の高さを C のポイントからスライドさせたポイントということですね。はい。これが N 値の探し方です。はい。それから E 値なんですが、E 値に関しては、この Fibonacci リトレースメントというツールを表示していただいて、同じようにですね、この A 地点から B 地点までこのようにドラッグします。で、その時にこの設定画面を開いていただいて、ここに座標を入力することができますので、ここのいずれかのボックスにですね、このように2というふうに入力します。はい。そうすると今ここに2というレベルが表示されていますが、これが E 値になります。つまりこの AB の高さ分を B からスライドさせたポイントということですね。このようにして N 値、E 値をチャート上に簡単に表示することができますので、ぜひ使ってみてください。はい。それではチャートの方に戻りまして、先ほどのポンドドルの続きの動きを見ていきたいと思います。今度はここの高値に注目をしてください。ここの高値というのは今のスイングハイ、スイングローのルールで言うと戻り高値ではありません。というのは今の基準でいくと、ここのスイングローが今まだ押し安値の状態になっているからです。はい。なんですけど、今回はちょっと説明の都合上ですね、ここの安値を押し安値としてみて、一旦ここがブレイクされているので、ここが戻り高値というふうに仮定していきたいと思います。そうすると、ここの反発の動きによって、ここの戻り高値がブレイクされていますので、先ほど紹介したステップ1が、終了していることになります。はい。ですので、再びこのように戻り高値をブレイクした動きに対してフィボナッチを引いて、この 50% 押しのところまで来たらエントリーというふうにしたいと思います。はい。そうするとですね、今度はこの今 0.618 と表示されているこの 38.2% の水準のところから反発して上がっていってしまっていることになりますので、今回は 50% 押しというのをエントリーの基準にしていますので、今回はこの動きは取れなかったということになります。で、こういう時に重要なのがですね、待っていた水準まで押してこないで反発していってしまったからといって、こういうところで追っかけて入らないということです。で、こういうところで入ってしまうと、リスクリワードが悪くなってしまうということにもつながりますので、50% の押しの水準まで押してきたら入るというようなトレードルールを決めたのであれば、きちんとそのルールを守るということが非常に重要になります。このようになってしまった場合は、他の通貨ペアや商品で同じようなセットアップができるかどうかを待つであったりとか、同じポンドドルで同じセットアップが出るまで待つということが必要になります。はい。それでは次に今回紹介した手法のメリット、デメリットについても整理をしていきたいと思います。まずメリットの1点目なんですが、これは短期足、特に分足ですね。こちらを見ないでトレードできるという点になります。そして2点目なんですが、差し値でトレードができるということです。これはつまりチャートを見続ける必要はないですし、兼業トレーダーの方でも実施可能なトレード方法になります。はい。それからデメリットなんですけども、まず1点目ですね。50% 押し、61.8% 押しのルールどちらでもいいですが、そこまで来なかった場合はトレードチャンスになりません。で、どこで反発するかっていうのは誰にもわからないわけです。例えば先ほども紹介したこのポンドドルのようにですね、戻り高値を更新して、こういうふうに 50% まで届かないで3波目につながっていくこともあります。で、短期足を見る場合っていうのは、こういう場合もついていくことが可能になるわけですが、今回紹介した方法だと、このようなケースは取れないことになります。で、なんで今回これを紹介したのか、その理由は後で説明をします。それからデメリットの2点目なんですが、こちらに関しては短期足の使い方次第という面もあるんですが、短期足を使う場合と比べてリスクリワードが悪くなるという点は挙げられるかなというふうに思います。それでは最後に初心者の方に分足以下をお勧めしない理由についてお話をしていきたいと思います。よくですね、短期足はノイズが多いとかっていう人いるんですけども、そうじゃないんです。理由は単純で相場感がないからです。相場感がないから短期足を見るタイミングっていうのを誤りがちなんです。相場感っていうのは自分なりの確立された相場の見方だったり、チャートの見方のことになりますが、それがあるからこそ、このあたりになると、こういう理由で反発とか反落とか、何らかの動きが出るかもしれないなっていうふうに当たりがつくようになるわけです。で、初心者の間っていうのは当然経験もないですから、こういった感覚はないんです。相場感を培うにはそれなりの時間がかかります。はい。今こうやって偉そうに話している僕もですね、ビギナーの頃っていうのは今話したように短期足を見ることによるミスをしていました。で、僕がどんなミスをしていたのかの例を少し話していきたいと思います。こちらは先ほども紹介したポンドドルの一つ目の例ですけども、例えばここで戻り高値をブレイクしたっていうのを見てですね、これから上昇トレンド転換していくかもしれないっていうところで、こういったところでいきなり5分足に切り替えてロング
とかやったりするんです。はい、試しにですね、この付近の5分足の様子っていうのを見てみたいと思います。今回はちょっといい例になるかわかりませんが、はい。例えばこういうところですね。ここで5分足の戻り高値をブレイクしてます。5分足に切り替えた時点で4時間足のことは頭から抜けていますから、こういうところでロングとかいう風にやってしまっていたということなんですね。はい。初心者の頃の僕は、とにかくポジションを持つこと、エントリーすることばっかり考えてました。で、これがあるから短期足を見るんです。短期足よく動きますよね。で、その思考こそがノイズだっていうことに気がついたんです。はい。ですので、まずは今回紹介したように、こういうような大きな波を捉えられるようになってくださいということです。それができればですね、相場っていうのはフラクタルですので、短期足でも同じようにできるようになります。で、ある程度相場感がついてくると、だいたいこのくらいまで下がったり、戻ったりとか、これぐらい時間をかけないと動き出さないんじゃないかとかっていうのが当たりがつくようになってきます。で、短期足を見てもうまくいかないで負けが続いてるっていう方はですね、それを繰り返したところで相場感はつかないですし、自分がやっているトレードに対して自信もつかないです。で、先ほどもお伝えしたように、少し視点を大きくして相場の波を大きく捉えるっていう方法を試してみることをお勧めします。はい、今回ですね、自分が初心者の頃に戻ったら何を伝えたいかという観点で今回の動画を作成しました。少しでも参考になれば幸いです。今回ですね、ダウ理論とフィボナッチというテーマでお話をしてきたんですが、ダウ理論については基礎から応用レベルまでを理解できる動画を作成していますので、合わせて視聴してみてください。それから手法のステップ1に該当するところですね、押し安値と戻り高値、こちらに関してしっかり理解できていないと始まりませんので、まだ不安があるなっていう方はこちらの動画も合わせて見てみてください。また今回の動画が参考になったという方は高評価をいただけると次回以降の動画作成の参考になります。それでは今回の動画は以上で終了です。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。